んにちは、ハットポーラーデアです。ニュースでエルニーニョ現象という言葉聞いたことがある方は多いと思います。でも結局それ何なのと聞かれると案外うまく説明できなかったりしますよね。今日はこの地球規模で天気をかき乱す現象の仕組みをできるだけすっきり整理していきます。ちなみにこの名前、スペイン語で男の子。ペルーの漁師さんがクリスマスの頃に海が暖かくなるのに気づいて幼子イエスにちなんで名付けたそうです。意外とロマンチックなんですよ。まず平常運転を知る。エルニーニョを理解するにはまずいつもの地球を知るのが近道です。赤道付近では東から西へ貿易風という風がいつも吹いています。この風が温められた海面の暖かい海水を東、南米側から西、インドネシア側へどんどん押し合っている。すると西側には暖かい海水がプールみたいに溜まります。これが暖水プール。一方、押し出された分を埋めるように東のペルー沖では深海から冷たい水が湧き上がってくる。これが湧昇流です。とここまで聞くと、でそれが何なのってなりますよね。実はこの湧昇流めちゃくちゃ重要なんです。ペルー沖は世界の食堂。この冷たい湧昇流、ただ冷たいだけじゃありません。深海の栄養をたっぷり連れて上がってくるんです。栄養があるとプランクトンが大量発生し、それを食べに魚が集まる。結果ペルー沖は世界有数の漁場になります。特にカタクチイワシ、アンチョビの一大産地。アンチョビなんて自分には関係ないと思うかもしれませんが、これすりつぶされて世界中の養殖魚の餌にもなっているんです。つまりペルー沖の海は地味に私たちの食卓ともつながっている。覚えておいてください。貿易風がサボる。さて、ここからが本題です。数年に一度、この貿易風が弱まる年があります。風がちょっとサボるんですね。すると、西に押しやられていた暖かい海水が、せき止めを失って東へ、ペルー沖へと戻り始めます。暖かい水が東に広がると、冷たい湧昇流は蓋をされてしまう。湧き上がれなくなるんです。こうして、ペルー沖の海面水温が平年より高くなる。これがエルニーニョ現象です。たった 0.5 度の上昇が定義の基準なんですが、たった 0.5 度で大げさなと侮ってはいけません。海は大気の桁違いに大きな熱を抱えているので、広い海で 0.5 度動くというのはとんでもないエネルギーの移動なんです。なぜ世界の天気が狂うのか、海水温が変わると何が起きるか。暖かい海の上では水が蒸発して積乱雲がもくもく発達します。雲の工場みたいなものです。平常時はこの雲の工場が西、インドネシア側にありました。ところがエルニーニョで暖かい海が東にずれると、雲の工場ごと東に引っ越してしまう。つまり雨がたくさん降る場所が丸ごと移動してしまうんです。いつも降るところで降らず、降らないところで降る。この雨雲の配置のずれが世界中で干ばつや洪水といった異常気象を引き起こすというわけです。風が一つサボっただけで地球の反対側の天気まで変わる。スケールが大きすぎますよね。で、私たちにはどう関係ある？遠い海の話でしょと思いきや、その影響は世界中に届きます。例えば日本では夏なのに涼しい冷夏や冬なのに暖かい暖冬が現れやすくなります。一方でオーストラリアのあたりでは逆に雨が減り、干ばつや山火事のリスクが高まると言われています。さっきの雨雲の工場が東へ引っ越すを思い出してください。西側で雨が減るのはまさにこの仕組みのせいなんです。なんだか今年の気候おかしくないの裏に
遠い海の変化があったりする。さらに、さっきのアンチョビ、エルニーニョで漁が打撃を受けると、養殖魚の餌が高騰し、巡り巡って魚の値段にも響いてきます。遠い海の風が私たちの食卓と財布にまで届いている。この壮大なつながり、ちょっと面白くないですか？まとめです。今回のポイントを3つに整理します。1つ目、平常時は貿易風が暖かい海水を西へ押し、東のペルー沖では冷たい湧昇流が湧いている。2つ目、貿易風が弱まると、暖水が東へ戻り、湧昇流が止まって海面水温が上がる。これがエルニーニョ。3つ目、暖かい海とともに雨雲の位置がずれて、世界の異常気象を引き起こす。日本の冷夏、暖冬、オーストラリアの干ばつ、さらには魚の値段にまで影響が及ぶ。たった一つの風の揺らぎが地球全体に波及していく。地球というシステムの絶妙で脆いバランスに惹かれます。それではまた。